さて始めましょうか。なんか夜中に撮るの久々な気がする。夜中にこっそりだっつってんのに。よっこいしょ。そう、これですよ。こいつの生き方がわかんないのよね。ぴったり噛み合うんだけど逆にわかんないみたいなやつね。なんでだろう。これ自体にヒントがあるわけではない。そう、こっち側見たときにここがスタートだっていうのが明らかにわかるよね、このプロテインで。それでちゃんとゴールまでつながっとるやんって感じで良さげだったんですけど、こっちはそうじゃないんだよね。この丸がここですかと合わせるとなんとまあ噛み合わないと。じゃあこの辺をなんかうまく噛み合わせて別ルートですかみたいなね、そういうのも考えたんだけど噛み合います？これ噛み合わなそうに見えるんだよね。まさかねだよね。でもじゃあこういう風に言ったとしたらどこやねんなんだよね。なんかヒントありますって感じだよね。影とか。そう、気になってるのは影なんだよね。若干気になってるのは、今こっち焼いてるけどさ、このこっち焼いてるのがなんかこうありますみたいな。あれ、はいとりあえず風景パズルにチャレンジしまして
こいついつも風景パズルやってんないけそう、いけそうでいけない。あれ一応多分合ってるよな。ここに黄色も置くの。人みたいに見えるわ。そもそもそういう絵なのかな。はい。うん。それはいいよ。いいとしてこれだよ。遮る方向でこうだなんてことはない枝がないってのがまずいよな。本来あったはずの枝が折れてるっていう風には見えなくは、いや見えないな。こらわからんぞ。角度が違えばとも思ったんだけどね。いやいや他に枝はないぞっていう。一体どうすりゃいいんだこれは。うーん。ん下になんかジグザグのえ12カクカクってことはこっちか。こんな感じできてカクカクカクっとドン。よし、やっぱ枝折れてんじゃねえか誰だよ折ったので向こうに行くのね。でこいつね。あれこれクリアでは。イエイ。
ニョッキに出てきた。あとは何、このビームの集まる場所を調べるとか、あと風景パズルを全部解くとか、そういうものしかないんじゃない？おお危ういところ取るね。ちょいマッチね。風景パズルって気になってたんだけど、ここって間さあダメよね。こっからこうかなとは思ってたんだけど、まさにジャストな位置、ここっていうところから来れない。右とかに行けない。あっそういうことじゃない、そういうことじゃない。これで待機でしょ。そう、閉じた時にこれが見えてるのなんか不自然だと思ったんだよね。で自然の中にある不自然なパズル。ここはなんか丸っぽく見えるよね。こことかもね、割といくつかありそうなんだよな。ありそうなんだけど、じゃあどこにどう登ってどっから線引くのっていう。これまだだったね。多すぎんだよな。だから多すぎんだよね、ここいくらなんでもさ。おかしいと思わなかったんかみたいなレベルであるよね、このパズルの量。何回でも解く。こっち側は解けないもんな。だよな。
こって使ったっけ？イェイ。ここに来れれば閉めたもんよ。これはまだだったよ。一番シンプルなこれって解いたよな、さすがに。さてさて、ちょっと八角中さん眺めに行きましょう。わっしょいわっしょい。しかし一箇所にこんなに集中して隠すなんて、制作者のお気に入りなのこれ。これは全部解いたな。これあれか。神殿で解いたやつばっかりか。この、僕が神殿って呼んでるんですけど、これ、この施設。そういうわけでもないのかな。街とかで解いたやつも入ってる。まあいいや、他にも解けそうなやつ見ていきたいけどなとは思うんだけど、他にどこにあっかな。自然パズル。怪しいのこいつなんだよね。その辺は後にしとくか。一回。ぽいぞ。チェイ。びっくりした。貴様何者だ。まだ解けていないパズルが各地にないかどうかっていうのをね、探す旅に出ようかなと思ったんですけど、いやー、ああいうの見るとびっくりしたな。ここ解いたよね。はい、もう解いたと。一個下からでも解けましたよね。なぜだろうか。そういえばここも謎の変パズルだったな。ここなんか面白パズル見えない？今んとこなさそうに見えるが、
の辺の岩場とかも割と怪しかったりしねえかな。うろうろ。さて、さすがにもうって感じだな。まだ解けてなさそうなところを探しに行くか。頑張って。と言いながら戻る。あそこの屋根の上とか登れねえのかな。気になってたんだよね。ここ。おお、もしやのもしやですか。そして私気づいていたんです。屋根の上に変な模様があることをね。うん。ちなみに気づいたのはプレイ中ではなく、動画の編集中です。この模様なんか怪しくない？これ下から見んのかな？可能性あるよな。これが終点になってて。ってことは船か。船どっかに停泊してから？それとも真横から見るの？あっちの。わっしょい、わっしょい。遠い。これはさすがに遠すぎるので、やっぱ船の一瞬か。船の一瞬系はやばいよな。きつそう。君もなんかね、パズルっぽいなって編集中思ったんだけど、どっから見たらパズルになる？君。この黄色と黒の感じ。ん？あれ？ダメ？なんで位置が限られるのこれ。まあ別にいいですけど。なんじゃ？やっぱこの八角地あれか、周りにある風景パズルを一通り教えてくれるんだね。と
りあえずその辺はじゃあ一旦置いといて、パッと見解いてなさそうぐらいのところ一回行きましょう。なんだお前。怖っ。ザックザック。こういうのがさ、遠くから見たらみたいなやつ。丸い。そもそも丸い。あれこんぐらい。どこからだったら OK なんだよ。いい場所がない。ぐんねねね。直接。でもこっちもありえそうじゃないって思うんだけど、どこが光る？ダメなんだよねこれ。なんか微妙にいけないんだよな。これすごくいけそうじゃない？ダメなんだよね。なんで？この岩すごくぽいんだけどな。ぽい岩。だいぶぽい岩なんだけどな。むむむ。もうちょっと寛容にしてくれこれ。惜しい。イエイ。そう、ここは確かまだ開いてなかったね。あとなんだっけ、この辺のさ、こういうの。これ多分船からだとかな、これ丸に見えんじゃないかな。
船要求されるやつ多いな。これ逆って言ったっけ？なんもない。きっと今なら解けるはず。うわなんじゃいな。なんでこんな引き算だらけなの？そんな入る？そんな入る？入る気全くしないんだけど。わからへん。これ全部は入らないでしょ。だとするとこの消しゴム何に使うの？消しゴムっていうか消すやつ。どういうこと？全部は入りきんないよねこれ。はあ。逆にこの消すやつって隣接しなかったらどうなるんだろうな。これは多分ダメなんだけど。君はテトリスブロックに食われなかったら一体どうなるんだい？ってのが気になっちゃうよね。
どういうことだ。この消すやつってそんな離れてても消せるもんなの？仮に離れててもまあ消せると仮に考えて、こいつは1マス以上残すとやばい気がする。どういうふうに2マス1マス以上つく、どういうふうに2マスこいつ残しても囲みきれないよな多分。で1マスでも同じなんだよねってことは、じゃあ0マスにするのって話なんだけど0マス囲まれてるっていう状態にできる。あれ溶けそうで溶けない。消しゴムが邪魔で。わからへん。これはどうしたもんかですね。わからんぞ。いやいや。どうしゃいいんだこれ。やばいぐらいわからん。
マジで。うーん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 。なんじゃこのわからなさ。離れまくっちゃってるこのオケッシーはどうやって使うんだ？うーん。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 全部を一箇所のエリアにつなげる。不可能ではなさそうだが。うーん。うーん。このルートダメだな。うーん。
むむむ。ああ。こうか。これで4つの消しゴムと4つのテトリスブロックのやつが1箇所に固まり、その上でこういう風にイエスイエス、完璧ですわ。ああ、うん。これとこれを1個のエリアに入れることで、じゃあ全部固まった0個のエリアだからもう何してもいいよねエリアになって、で最後のここだけ形を残すとはあ、何言ってんだか分かんない。はい。うん。どっちが上これまあこのオタマジャクシみたいな形を描けばいいのね。行ってみましょうか。そういえばこれ何？あ、あ、あ、どう見てもこれですね。ぐるー。はい。イエイエイ。ここは何？日よけ？ふう。なんか意味ありました日よけ？いや、日は避けられたけど。で、でよ。しかしな、この砂漠の中をひたすら走り通すってタフだな。砂漠以外にもいろんなものあるけどさ、ここの気候。実は暑くないのかもしれん、砂漠。どこここ？このなんかどっかの風物詩も、あれだよね。実はよく見たらパズルで下はありそうだよね。うーん。
どっち行きゃいいの？町どっち？あれこの辺じゃなかったっけ町。完全に迷子か。あっちか。ああ。いらん遠回りをしてた。しかしここ渡ってたってことはあれですね。おじさん町に背を向けて町どっちって言ってたんですね。いやー、大変だ大変だ。風車はこれゴールどこなんでしょうね。パズルにはなりそうですけど。先端が丸いところにちゃんとたどり着かないといけない。ふう。わっせわっせ。And so, by a backhanded, upside-down argument, was predicted that there is in carbon a level at 7.82 million volts. And then experiments in the laboratory with carbon show indeed that there is. And therefore, the existence in the world of all these other elements is very closely related to the fact that there is this particular level in carbon. But the position of this particular level in carbon seems to us, after knowing the physical laws, to be a very complicated accident of 12 complicated particles interacting. So I wish to illustrate by this example that an understanding of the physical laws doesn't give you an understanding in a sense of understanding significance of the world in any way. The details of real experience are very far often from the fundamental laws. There are, in a way of speaking in the world, we have a way of discussing the world which you could call, we discuss it at various hierarchies or levels. Now, I don't mean to be very precise, there's a level and another level and another level, but I will indicate by describing a set of ideas to you, just one after the other, what I mean by hierarchies of ideas. For example, at one end, we have the fundamental laws of physics. Then we invent other terms for concepts which are approximate, who have, we believe, the ultimate explanation in terms of the fundamental laws. For instance, heat. Heat is supposed to be the jiggling, and it's just a word for a hot thing is just a word for a mass of atoms which are jiggling. For that, fundamentally, we should think of the atoms jiggling. But for a while, if we're talking about heat, we sometimes forget about the atoms jiggling. Just like when we talk about the glacier, we don't always think of the hexagonal ice snowflakes which originally fell. Another example of the same thing is a salt crystal. Looked at fundamentally, it's a lot of protons, neutrons, and electrons. But we have this concept, salt crystal, which carries a whole pattern already of fundamental interactions, or idea like pressure. Now, if we go higher up from this, in another level, we have properties of substances like refractive index, how light is bent when it goes through something, or surface tension, the fact that the water tends to pull itself together, is described by a number. I remind you that we have to go through several laws down to find out that it's the pull of the atoms and so on, but we still say surface tension, and don't worry when we're discussing surface tension of the inner workings, always. Sometimes we do, sometimes we don't. Go on, up in the hierarchy. With the water, we have the waves, and we have a thing like a storm. We have a word for storm, which represents an enormous mass of phenomena. Or sunspot, or star, which is an accumulation of things. And it's not worthwhile always to think of it way back. In fact, we can't, because the higher up we go, we have too many steps in between, each one of which is a little weak, and we haven't thought them all through yet. If we go up in this hierarchy of complexity, we get to things like frog, or nerve impulse, which you see is an enormously complicated thing in the physical world, involving an organization of matter
in a very elaborate complexity. And then we go on, we come to things, words, and concepts like man and history or political expediency and so forth, which is a series of concepts that we use to understand things at an ever higher level. And going on, we come to things like evil and beauty and hope. 満を男性と訳すのはちょっと変だったんじゃないでしょうか。 Is nearer to the ultimate creator or the ultimate. So if I make a religious metaphor, which end is nearer to God? Beauty and hope or the fundamental laws? I think that the right way, of course, is to say that the whole structural interconnections of the thing is the thing that we have to look at, and that the sequence of hierarchy, that all the sciences and all the efforts, not just the sciences, but all the efforts of intellectual kind, are to see the connections of the hierarchies is to connect beauty to history, is to connect history to man's psychology, the man's psychology to the working of the brain to the neural impulse to the chemistry, and so forth, up and down, both ways. And today we cannot, and there's no use making believe we can, draw carefully a line all the way from one end of this thing to the other. In fact, we've just begun to see that there is this relative hierarchy. And so I don't think either end is nearer to God's. And to stand at either end and to walk out off the end of the pier only, hoping out in that direction is the complete understanding, is a mistake. And to stand with evil and beauty and hope, or to stand with the fundamental laws, hoping that way to get a deep understanding of the whole world with that aspect alone, is a mistake. And it is not sensible either for the ones who specialize at one end and the ones who specialize at the other end to have such disregard for each other. They don't actually, but the people say they do. But that actually the great mass of workers in between, connecting one step to another, are improving all the time our understanding of the world, both from working at the ends and working in the middle. And in that way, we are gradually understanding this connection, this tremendous world of interconnecting hierarchies. If you expected science to give all the answers to the wonderful questions about what we are, where we're going, what the meaning of the universe is, and so on, then I think you could easily become disillusioned and then look for some mystic answers to these problems. How a scientist can take a mystic answer, I don't know, because the whole spirit is to understand. Well, never mind that. I don't understand that. But anyhow, if you think of it, though, the way I think of what we're doing is we're exploring. We're trying to find out as much as we can about the world. People say to me, are you looking for the ultimate laws of physics? No, I'm not. I'm just looking to find out more about the world. And if it turns out there is a simple ultimate law that explains everything, so be it. That would be very nice to discover. If it turns out it's like an onion with millions of layers and we're just sick and tired of looking at the layers, then that's the way it is. But whatever way it comes out, its nature is there and she's going to come out the way she is. And therefore, when we go to investigate it, we shouldn't pre-decide what it is we're trying to do except to find out more about it. If you say, but your problem is, why do you find out more about it? If you thought that you were trying to find out more about it because you're going to get an answer to some deep philosophical question, you may be wrong. It may be that you can't get an answer to that particular question by finding out more about the character of nature. But I don't look at it. My interest in science is to simply find out about the world, and the more I find out, the better it is. I like to find out. There are very remarkable mysteries about the fact that we're able to do so many more things than apparently animals can do, and other questions like that. But those are mysteries I want to investigate without knowing the answer to them. And so altogether, I can't believe the special stories that have been made up about our relationship to the universe at large, because they seem to be too simple, too connected, too local, too provincial. The earth, he came to the earth. One of the aspects of God came to the earth, mind you. And look at what's out there. How can he, in proportion. Anyway, it's no use arguing. I can't argue it. I'm just trying to tell you why the scientific views that I have do have some effect on my beliefs. And also another thing,
has to do with the question of how do you find out if something's true. And if you have all these theories of the different religions, have all different theories about the thing, then you begin to wonder. Once you start doubting, just like you're supposed to doubt, you ask me, is the science true? We say, no, we don't know what's true. We're trying to find out. Everything is possibly wrong. Start out understanding religion by saying everything is possibly wrong. Let us see. As soon as you do that, you start sliding down an edge, which is hard to recover from. And so with the scientific view, or my father's view, that we should look to see what's true and what may not be true, once you start doubting, which I think to me is a very fundamental part of my soul, is to doubt and to ask. And when you doubt and ask, it gets a little harder to believe. You see, one thing is I can live with doubt and uncertainty and not knowing. I think it's much more interesting to live not knowing than to have answers which might be wrong. I have approximate answers and possible beliefs and different degrees of certainty about different things, but I'm not absolutely sure of anything. And there are many things I don't know anything about, such as whether it means anything to ask, why we're here, and what the question might mean. I might think about it a little bit. If I can't figure it out, then I go to something else. But I don't have to know an answer. I don't feel frightened by not knowing things, by being lost in the mysterious universe without having any purpose, which is the way it really is as far as I can tell, possibly. It doesn't frighten me. なんか科学的論理的でありながらちょっと観念的な方向に入るような、そんななんか講義みたいなのを聞けましたね。普通に面白かったわ。で別に面白い講義を聞けましたねはそれはそれでいいんだけど、そうだ、おたまじゃくしくん、2つ目、残り3つなんだ、どこで手に入るだろう。ここってなんかパズルになりそうな気しない？気のせい？まあいっか。ともかくあと3つ映画をね見つけたいなっていうのはありますね。まあそれ以外にもいろいろあるけどさ。ビームの集まるところにそろそろ行ってみるかとか。こいつって結局どこから見たら線が引けるんだろうとか。船の上かな。八角柱近くになかったっけ？あったあったあった。この自然パズルもものすげえ数あるよな。全然終わってないもん。これ全部やるまでやり続けるのはちょっと無理かな。それやんないとクリアになりませんよって言われたらちょっと諦めてやるしかないけど。まあそれはそれとして山登んなきゃ。よし、
しょいわっしょい。もう1時間とっくに過ぎてんだよね。そういえばこの建物も濡れそうですね。まったく大変だな。わっせわっせ。久しぶりに頂上だぞ。あれこっちでやってましたっけ？逆だったっけ？逆だった。悔しい。悔しいので自然パズルを解きたいが、なかなか丸に見えないあれが。くそー。うりゃ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 。なんか今日の進捗なんか物理の講義聞きましただからねここからならどうだ。おお、もう解いてた。ふう。でこんだけピーマン集まってんのに何も起きないの？ 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9本。あ、なんか開いてる。うわ、これ解いたら君ら落っこちない？まあいいや、ここで一回切りましょうよし。ここからどうなるのかちょっと楽しみにしておいて、まあ今回は一回ここまで。お疲れ様でした。